はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのリッチの騎士コンボを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、ダスクボーンによって強力なエンチャントクリーチャーが多く登場したので、しっかりと構築レベルになったアーキタイプですね。リッチの騎士の制服は、アーティファクトやエンチャントを好きなだけ生贄に捧げて、その分のクリーチャーをリアニメートできるカードなんですが、オワルズサイクルや英語サイクルなど、強力なエンチャントクリーチャーが複数登場していて、かなり強く使うことができるようになっています。切削にはベールマークのオワルズやその名を家を採用していて、ベールマークはそのまま生き残ってもリッチで釣り上げても強く、またその名を家は後々アルタナクをライブラリから踏み倒すことができますね。英語の勇気と一緒に釣り上げることによって、全てのクリーチャーがプラス2修正かつ速攻が付与されるので、リッチを唱えたそのターンに勝つこともできるようになっています。リッチの騎士の制服自体は重たいスペルなのですが、エンチャントのマナクリーチャーを採用することで早いターンに唱えることができ、さらにマナクリーチャーをそのまま生贄に捧げることもできますね。割とシナジーが美しいデッキになっていて、調整次第では競技でも通用しそうなデッキパワーとなっています。はい。ということで今回はアーリーアクセスで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。やや重たいハンドではありますが、長砲ランドと、大ワルズガルということで、キープ自体はできるハンドではあるかなと。ただ相手がアグロデッキの場合はやや、厳しい戦いになっていきそうですね。さあ相手は11速攻からスタート。ボロスカラーのこの動きは、ボロス召集の可能性が高いですが、その名を言えば、このターンは、そのまま墓地に落としたいかなと。どちらにしろ、大ワルジを打っていく流れになっていくので、さあ、相手はスランの門も入ってるということで、ボロス召集っぽいですね、これは。さあ、1点入って残り18点まで。からのスラン起動で、相手も18点。はい、召集ですね。ただこのターンは、11が、3体並んだだけですね。さあ、ということで、マナクリを引けたので、ここはマナクリを出していきましょう。問答急行がなければという感じではありますが、相手クリーチャーを触っているので、イーオスの可能性が割と高そうかなと。はい。これ先手2ターン目じゃなくてよかったですね。さあ、3ターン目。イーオスをキャストからの、クリーチャーを2体回収していくと。さあ、このターン、アンタップインから、一旦英語の勇気を出していきたいかなと。英語の勇気は一応ね、除去られても、盤面にエンチャントとして残っていくクリーチャーですね。さあ、相手、さらにイーオス。これは、結構ブンブンですね。ブンブンなんですが、まだダメージ自体はね、そこまで通ってはいない状況ではありますね。さあ、情報欄で置いていきましょう。クリーチャーは墓地に落としていくと。一応リッチの騎士の制服が、すでに手札にあるハンドということで、耐えさえすれば、全然ね、ワンパンで勝てる可能性もある感じではあるかなと。マナクリを出すか、大ワルジを出すかですが、一旦、ブロッカーにもなるマナクリを出していきましょう。なんだかんだ相手も、ライフがね、残り15点ということで、コンボさえ決めれば、全然ね、ワンパンもあり得る展開ではありますね。さあ、ひよっこ捜査員。一応、まだ、イモデーンでも倒されないはずかなと。さあ、解体。クリーチャーはね、かなり並んでいるんですが、ただ次のターンあたり、ちょっとね、危なくなっていきますね。一旦、1体、一応取っていきましょう。一応、この英語クリーチャーはエンチャントとして、盤面に戻っていくと。このサイクルもね、ほんと強いですよね。さあ、ここは投資を引いていく。ちょっとね、まだ墓地が全然溜まっていないのがあれですが、
まあ一旦大主を、まあ2マナで打っていきますかね。2マナで唱えて、残り6マナある状況。うん。まあそうするしかない気はしますね。で、リッチをマックスで打って、まあワンパンでいけるかどうか。ただクリーチャー1体だけ。リッチは5マナで打てるので、人形まで出していきましょう。さあ、これで、まあ一旦リッチを打つしかないかなと。まあ一応エンチャントになってる、英語とか、大主もそのままクリーチャーで戻ってきますね。まあ全部、生贄に捧げていきましょう。で、生贄に捧げた後で、またね、盤面に戻ってくるということで、まあ、英語の勇気とか、大主とかは、かなりね、強く使うことができますね。さあ、英語の勇気がめちゃくちゃ誘発していく。まあ、全クリーチャー、プラ4プラ0、速攻ですね。まあ、ただトランプルがね、ないんで、ちょっとあれですが。お、いいですね。その名を家が2枚墓地に落ちたということで、その名を家で、クリーチャーをライブラリーから踏み倒すことができますね。さあ、ということで、その名を家を3つ墓地から追放して、ライブラリーから、救急トランプルが出てきますね。さあ、そしてこれも、プラ4プラ0、速攻の付与を受けるので、これ殴れますね。まあ、相手が手札にイモデーンがなければ、全然有利を取っていけるかなと。援軍。さあ、これで相手ライフが残り12なので、まあ、トランプルクリーチャーをとりあえず相手は、2体以上でブロックする必要があって、で、残りのクリーチャーが全部チャンプしないといけないですね。うん。まあ、リッチをね、1回打つだけでこんな盤面になるんで、まあ、今回はね、ボロス少数相手ということで、チャンプブロッカーが大量にいますけど、まあ、普通のデッキ相手だと、もう一瞬で削り切っていける展開ですね。さあ、相手残りライフ1点すらも使えない状況ですね。はい、ここで投与と、GG。さあ、やっていきます。こちらは先手。まあ、これはキープできるハンドですね。まあ、黒緑のチャオホランドがあって、まあ、新しいこの2色ランドがあるということで、しっかりと3色、出せるハンドですね。お、これは、ミラーの可能性もありますが、まあ、一旦、大主からいきましょう。さあ、4枚制作。まあいいですね。クリーチャー2体、墓地に落ちていくと。さあ、相手、けだもの、誘発で森が墓地に落ちていく。相手は、まあ、ジャンダの可能性は全然ありますが、見えてる範囲で言えば、まだグルール。穴掘りアッキ。なるほど。からの登場。はい、なるほど、なるほど。まあ、相手も、墓地をかなり使ってくるデッキですね。ということで、まあ、一旦、けだものプラス、まあ、なくりですね。さて。まあ、もうちょっと墓地にクリーチャーを落としたい感じはありますが、相手はまあ完全にグルールですね。グルールタイプで、まあ墓地にクリーチャーを落としまくって、アッキをでかくして殴ってくるデッキですかね。まあ新カードが他にね何が使われてるのか結構気になりますね。さあ脱走からけだものが出てくる。うん。からのけだもの、なるほど。さあ、けだもの3体出てきたので、まあ、毎ターン3枚切削されていきますね。さらに、寄贈することによって2枚切削。
さあ、パワーが4になっていく。で、相手紅葉達成してるんで、果物も殴ってこれると。紅葉達成するとね、ほんと、1マナ33なんで、普通にめちゃくちゃ強いんですよね。さて、どうするか。一応5マナある状況ではありますが、墓地に英語落ちてるんで、ただちょっと足りないんですよね。英語と、大嵐2体釣り上げる動きになるんですが、残り20点あるんで、ちょっとだけ足りない。まあ、ただ、これは打っていくしかないかなと。さあ、3枚、生贄に捧げて、英語の勇気と、大主を2枚、釣り上げていくと。これでまあ、大主が2回誘発して、14点アタックはできる、という状況ですね。これはマナクリでいいかな。まあ、その名も家がね、もう2枚落ちたらワンパンで勝ってたんですが、まあ、さすがにそこまでうまくはいかずと。6、7、8。殴れないかな、さすがに。まあ、行くとしたら1体だけですかね。さあ、残り13点まで。さらに相手は果物がどんどんと誘発していく。まあ、ただ相手、多分ね、除去は全然入ってないデッキだと思われるので、まあ、大主で一方を取ることはできそうな感じではあるかなと。はい。さあ、相手も一室への、恐怖が入っている。これが殴っちゃうとね、追加戦闘フェーズが発生するんで、まあ、次のターン中に倒しきる必要はありそうな感じかなと。まあ、もしくはあれか。普通にでかいブロッカーをね、立てればダメージは通らないということで。さあ、ここ騎乗していく。77はでかいですね。トランプルは持ってないんですけど。チャンプかな。相打ち取ると結構きつそうなんで。さあ、英語の勇気はエンチャントとして戻っていく。相手ブロッカーが3体。いや、ワンチャンいけそうか。一室への恐怖を2枚出して殴ることもできるんですけど、ワンチャンこれもうこのターンに勝ってないかな。さあ、恐怖出して、4-3速攻で殴ったら、追加の戦闘ステップですね。なので、2回追加の戦闘フェーズが発生しますね。さあ、もう1回ルーティング。まあ、いけてそうですね。フルパンして、で、2体アンタップしてもう1回殴れるんで、はい。これで折りと。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、しっかりとテーマ内から動いていけるということで、キープしていきましょう。まあ、情報ランドがあって、その名を家もあるということで、序盤の動きは安定しそうですね。活力は、まあ、トップでいいかなと。さあ、相手白黒デッキ。まあ、動きがないのが不気味ではありますが、一旦大主から入っていきましょう。いいですね。さあ、果物は、まあ普通にね、キャストして OK の生物ということで、まあこのターンは一旦、英語の活力ですね。相手これなんだろうね。全く動いてきてないんで、コントロールデッキの可能性は全然高いですが、説教者。まあ白黒ミッドレンジですかね。まあこっちとしては、まあ一旦リッチを探していきたいという感じではありますが、まずその名を言え。リッチが落ちていく。ライバリーに残り2枚だけですね。さあ、恐怖を出していく。場に出た時にルーティングですね。さて。まあ、できればコンボを決めていきたい感じではあるんですが、
ちょっとしんどそうな展開ではありますね。さあ、説教者2枚目。相手これ説教者出してきてから殴ってるんで、まあ除去が打たれないということで、もうダブルブロックしていきましょう。まあ英語はね、エンチャントとして場に残っていきますね。さあ、相打ちを取って、エンチャントとして残っていく。まあとりあえず英語サイクルは優先して出していきたいということで、どんどんと並べていきましょう。まあ53は殴っていきましょう。はい。1マナ53速攻はさすがにやばすぎる。さあ、ただ説教者が、まあかなりめんどくさいですね。うん。11も殴ってくる。まあ何かマイナス修正とかある可能性もありますが、まあ全然ブロックはしていいかなと。ベーサ。4点ゲインだけですね。うん。さて。なんともですね、これは。まあ一応クリーチャーをどんどんと並べていくことはできるんですけど、まあ普通にもう、英語アグロプランですかね、これは。まあ高いパワーでどんどんとね、殴っていくことはできるので、さあ活力を出して、で、恐怖まで出して、うん。まあ活力だけ殴っていく形になりますかね。さて、53は、まあとりあえず殴っていきましょう。まあ警戒ですしね。さあ、ベーザとは相打ち。そして大主が、ようやくクリーチャーになっていくと。まあ盤面的には、全然不利ではないかなと。の、ギックス。なるほど。でかいやつと、パワー2か。まあ、大主が消えたのは、あれではありますが。うん。リッチさえ引ければね、一瞬で勝っていけるんですが。英語の勇気。これトップでいいか。一応これ速攻持つんで、まあ10点入っていきますからね。さあ、残り9点まで。なんだかんだ相手、これ全体除去ないと結構厳しい盤面ですからね。さあ、説教者をさらに出してくる。残り9点なんで1体ブロック、はい、これ投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。